はい、こんにちは。ガレージ照英のスタッフ前田です。今回はこの現行のエスティマ、こちらのオーナー様の方がもうちょっと音を良くしたいということでご相談を受けてやることになりました。今ついているシステムはヘッドユニットにビッグ X がついています。ドアの方にはアルパインのこのエスティマ用のトレードインがおそらくついているんだと思います。椅子の下にチューンナップウーハーとアンプもあるので、ここから音を良くするってことを考えた場合、今回はスピーカー線をいいやつにして音の鮮度感とか情報量とかを増やそうかということでやっていきます。ではまずちょっと今ついているシステムを見てもらいたいと思います。はい、ではまず今の現状どんなシステムがついているか紹介します。ドアはこのアルパインのエスティマ用のトレードインのキットなので、プラスチックで純正っぽいような感じで綺麗に成形された部品がついています。下のウーハーの方はインナーバッフルなので外からちょっと見えないので、また内張りを外した時に紹介したいと思います。ヘッドユニットはビッグ X がついております。はい、で引き続き後ろ助手席の椅子の下にパイオニアのチューンナップウーハーがついています。運転席下にアンプがついているんですけども、ちょっと今回これびっくりすることがありまして、はい、でこれが運転席下のアンプなんですけども、ビッグ X がヘッドユニットなので RCA の出力が出てるはずなので RCA 普通は使うと思うんですけど、これハイインプットの入力で入ってます。前の方は電源が刺さってるんですけども、なんとスピーカー線が全くつながってません。なのでせっかくアンプがついてるんですけど、アンプの機能として一切使われてない状態なんですね。謎です。ひょっとお客様が自身でやられて最後までやりきらなかったのか、どっか出した車屋さんがシステムとかをよく理解してなくてできてないまま渡されたのか、ちょっとまた詳しくお客様の方に聞いてみたいと思います。今回はこのアンプを使ってここからスピーカー線とかを引いていきたいと思います。はい、それでは作業に入りたいと思います。はい、まずはデッキを外していきます。まずこのシフトレバーを下げて、周りを養生して、横のポケットを開けておきます。ここの横に道具差し込む穴があるので、内張り外しを入れて引っ掛け作って、あとは引っ張るだけです。左右にコネクタが2個あるので、それを外してあげます。はい、これでデッキが外れました。なかなかぐちゃぐちゃなので、ちょっとこれも後で直したいと思います。はい、今度はドアの内張りを外していきます。順番としては、ここのフィーダーがついてる細いパネルをのけてからじゃないとこの内張りを外せないんですけど、ツイーターの接続してるギボシが表側に出てこないので、ちょっとこれ困ったな。ちょっとこの状態で外していきたいと思います。まずこのレバーのところの蓋を外して、この取っ手の中にも蓋があるので、これを外して中のネジを外します。あとはこの内張りを引っ張り外せば外れます。はい、で最後にここのパワーウィンドウのスイッチの線とこの
中コネクタとレバーのワイヤーの頭を外せば、これで内張りが外れました。ついてるウーハーはアルパインの多分18センチのスピーカーになると思います。はい。で、最初の現状のシステムがどうなっているかというと、純正のスピーカー線に刺さってたコネクターから変換のコネクタを使って、キット付属の線で途中で分岐して、こっちがツイッター用のネットワーク、これに分かれて繋がっているようです。ツイッターから出た、これツイッターに繋がっている線なんですけど、長さがないのかと思ったら長くて束ねて、ここで束ねてます。束ねるぐらいだったら上に出しといた方が作業性はずっといいです。これを外してスピーカー線を引いていきたいと思います。はい、続いてはスピーカー線を引いていきます。まずは下準備といいますか、このパッシブ、これツイーター用、これミッド、このウーハー用なんですけども、今回ビッグ X のフロントリアの出力、マルチとかはできる機種ではないんですけども、フロントリアの出力をそれぞれこのパッシブをバイワイヤーでつないでマルチのように接続しようと思ってますので、今回このパッシブは使います。ただこのままドアの中に置いておくのは、開け閉めした時とかに衝撃とかでハンダが浮いたりすることとか可能性もあるので、今回このパッシブは移します。アンプの近くへ持っていきます。なのでまずはこれを外していきます。はい、これでパッシブが外れました。次はこのゴムの邪魔らの部分、これを外していきます。で、まず中のコネクタ、ドアから来てるコネクタを外してなんですけど、なんかいっぱい線が取られてます。なんだこれ。とりあえず間違わなさそうにギボシ外せたので、このまま外していきたいと思います。まずこのモール、ですね、ちょっと上か下かどっちかへ引っ張りながら外してあげると、この、なんていうんですか、爪じゃないけど、伸びてるところをこうゴムなので、引っ張りながら外していけます。あまり力入れてやりすぎるとちぎれてしまうので、そこは気をつけてやりましょう。次にここに10の六角のボルトがいるので、それを外していきます。そこボルトを外すとこれがフリーになるので、車両の方にはまっているゴムのこの蓋というか、これを外してハーネスを引き抜きます。はい、これで外れてきました。今度はこのぐるぐる巻いてるビニールテープ、これをのけていきます。はい、これでビニールテープがのいたら、ここの爪を外すとガバッと中身が見えるようになります。ここのテープも邪魔なので、切ってのけて、このスピーカー線を通していきます。滑りやすいようにシリコンと拭いたりしておいてあげると、何の道具も使わずそのまま通せます。スピーカー線の通す位置を決めて順番に固定していきます。
このドアの蛇腹の通す形のやつは、こっからスピーカー線を引いてくると、ドアのウーハー、この鉄板の外側にスピーカー線が来るので、中にどこかから通さなきゃいけないです。で、この車だと、これも先にジェトロみたいなやつで塞がれてますけど、ここにサービスホールがあるので、ここを使って通していきます。スピーカーケーブルの位置が決まったら、スピーカーケーブルを通した上で元あったように戻していきます。はい。ちなみに今回引いてるスピーカーケーブル、これ M&M デザインの SNMS2503 っていうケーブルなんですけども、このスピーカーケーブルだったら無数でもなんとかいけます。ただこれより太くなってくると、ちょっとケーブルが太すぎて、ここのカバーとか元に戻したりができないので、外シースを抜いてあげて、中身の線だけにしてあげて、通してあげれば、これより太いケーブルでも通せます。で、外した逆の順番で、組んでいってあげます。まず純正のハーネスたちを中へ入れて、はい、コネクタが通ったので、今度はスピーカーケーブルを通していきます。はい。で、こっち側、この丸い車両にパコッとはめる方側、ここに矢印がついているので、その向きを確認しておいて、その向きに合わせて、車両のこの穴へ押し込んで止めます。最初に外した六角ボルトを止めて、ここのモールのところも外した時の逆の要領で先に片側刺しといて、で引っ張ってゴム伸ばして、その隙間へ反対側のこの棒を入れます。最後にコネクタを忘れずに刺して、はい。これでドアのスピーカー線の通線完了です。で、このスピーカーケーブルを椅子の下のアンプの方へ引いていきます。はい、カーペットの下の見えない部分もこんな風に綺麗に引いてます。はい、ドアをばらすときに、先にこのツイッターのパネルを抜けなきゃいけないのに、接続部分がドアの中にあって、内張りの中にあって難儀したところもちゃんとスピーカー線を上まで引っ張り上げてます。外した時にぐちゃぐちゃだったデッキ裏の配線も綺麗にまとめました。ここがぐちゃぐちゃだと、デッキが入らない時もあるし、あとノイズが出たりする時もあるので、ここは綺麗に、見た目にもこっちの方が綺麗なので綺麗に仕上げるようにしてます。RC の出力がなかったので、今回はハイインプットでアンプ入れるということで、スピーカー線の出力から取るようにしてます。使ったのは M&M デザインの SNMS1800。こちらの線を使ってアンプへ引いております。これでナビ本体をつけていきます。
はい、これが運転席下のアンプです。この線がハイインプット用のデッキ裏から来ているヒータースピーカー線ですね。このコネクタ使って直接アンプへ入ってます。これがスピーカーのネットワークなんですけども、ドアの中にあった分を外してこっちへ持ってきました。何箇所もつなぐのは音には良くないので、このネットワークから出てる線を直接アンプへ入力して、アンプの出力のところで繋いでます。そこからネットワークから出た分をスピーカー線に繋いでドアまで引いている状態ですね。この先お客様が何か触られる時とかに何がどうなってるかわかるように入力がどっちだ、どの線へ繋いでるとかを印してます。こっちが同じように繋いでるツイター用のネットワークです。この椅子の下のスペース、アンプはちょっと入らなさそう。入るのは入るんですけど、椅子の下から出てる線とかに当たりそうなので、もともとここに設置してあったので、このままアンプはここへ、マジックテープをつけて動かないようにして、このマットの下に入れようかなとは思うんですけども、ここの位置へ置いておいて、ネットワークは裏側にマジックテープを全部につけてあるので、この奥のスペースへマジックテープで動かないように固定しておきたいと思います。こんな感じです。これで取り付け作業は完了です。ここから掃除して、ちょっと音の調整をしていきたいと思います。はい、調整も完了しました。普段みたいにいつもの曲をちょっとまずは聴いてもらおうと思います。どうでしょうか。最初の状態を聴き比べて聞いてもらえばよかったなって後になって思ったんですけど、最初の状態を撮るのをすっかり忘れて作業にかかってしまいまして、聴き比べると全く違います。最初来た時の音は、なんて言うんですかね。とりあえず広域がキンキンしてて、音数のイメージは平面的っていうか奥行き感を感じない、なんかぺったりとした立体的な形はしているはずなのに、その表面しか見えてないみたいな感じの音のイメージです。それが今回作業したマルチにしたこともあるとは思うんですけど、バランスが取れ。で、さらにスピーカー線をちゃんとしたいいやつに変えたので、情報量も増えたので、音の立体感、輪郭、そういうのが出てると思います。一応外した時にこの線ついてたんですけど、これアンプやハイインプットに刺さってただけっていう状態ですよね。アンプにスピーカー線が繋がってなかったので、本当今回ちょっと謎なシステム。こういった形で今ついてるシステムを活かしてもっといい音にしたいなっていう時にこういうケーブルをグレードアップさせるとか作業とかもいろいろやっておりますので、もっといい音に何かしたいなってことがあったらまたご相談ください。では最後まで視聴してくださいましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。今回とエスティマの謎のアンプの件なんですけども、お客様に納車する時にどういうことか聞いてみましたら、このエスティマ中古で購入されたらしくて、購入された状態がうちへ持ってきた状態のままだったそうです。アンプの電源も入ってランプはついていたので、特に不思議に思うこともなく使ってたらしいので、線が刺さってなかったっていう説明をするとって驚かれておりました。なんでこういう経緯になったのか、前のオーナーさんがやられたんだと思うんですけど、車屋さんなのか自分でやられたのか謎です。なぜあの状態になってたのか、うちの方ではとりあえず原因というか、今回持ってこられたお客様がやってない、どっか車に出した時にやられたとかそういうがじゃなかったのが分かってすっきりとしました。